世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。突然ですが皆さん、地面に突き刺さった剣って好きですよね。マスターソードとかね、ストームルーラーとかめちゃくちゃかっこいい剣がね、ゲームの世界ではよく地面に突き刺さっているわけなんですが、この質問に対してね、いいえって答える人はちょっと修行が足りませんので、もうその方はね、デモンズでストームルーラー100本分の耐久値をゼロにするまでちょっと素振りねしてきてください。というわけで、この場には地面に突き刺さった剣っていうものにね、かっこいいとかロマンを感じるって人だけしかいないはずなので、ぜひね今回の動画最後まで見ていってください。このゲームでは地面に刺さった剣とかそれを利用したアクションっていうものに重きを置こうとしていて、現状だと両手持ちの武器のみ地面に突き刺すことができます。刺し方がちょっと変わってて、叩きつける系のモーションを行った際に装備の切り替えボタンですね、デュアルセンスだと四角ボタンに当たります。これを押しておくことによって剣を手放してね、そのまま地面に突き刺すっていうことができます。そして刺さった剣に関しては引っこ抜きながら攻撃に利用したり、刺さった剣の上に乗ってそこからハイジャンプで落下攻撃というようなちょっと強めなアクションにつなげることができるようになってます。さらにこの武器を刺すっていう操作を軽量武器ですね、片手持ち用の武器でやると、今度はね武器を手放して投げるというアクションに変わります。ちなみになんですが、この投げるアクションも壁に向かって投げたりとか、それこそ地面に向かって投げるとそれぞれ対象に突き刺さるようになってますので、片手武器も一応疑似的に地面に突き刺すっていう行為はできるようになってますと。ただやっぱりこの攻撃しながら突き刺すとか投げて突き刺すとか、どちらもやっぱり一癖も二癖もあるアクションなので、今回はもうフラットにねプレーンに地面に突き刺すっていう単純なアクションを追加して、さらに突き刺すことに新たな観点から利点っていうものをね設けていきたいと思います。今回使用するアセットはエッセンシャルスピアシールドアニメーションズ、小さめの盾と片手槍っていうね、フォーオナーでいうとバルキリーみたいな感じの装備スタイルのアニメーションがこれだけのたくさんの数入っています。中でもこちらのジャンプ攻撃ですかね、突き刺すっていうアニメーションがね、結構なかなか他のアセットにもね入っていないレアなモーションだったりするので、突き刺す系のアクションをねしたいっていう方はぜひねこのアセットを購入してみてください。こちらの真ん中のモーションと、それからですね、突き刺す際に武器を逆手持ちして思いっきりザッシュって感じで刺すんですけど、基本的に順手で持っていることが多いので、順手から逆手に持ち帰るアニメーションなんてのもあるとね便利かもしれませんね。このアセットではやり投げをする時のやり投げの前やり投げをする前のね持ち帰るモーションとして順手から逆手に持ち帰るっていうめちゃくちゃいぶし銀なモーションもね入ってるんで、これも多分使うことになるかなと思います。では今回実装する新アクションの仕様についてね大きく4つありますので共有していきたいと思います。その1、武器を地面に刺すことができる。その2、地面に武器を刺したままキープすることができる。これどういうことかっていうと、ハンターハンターの信長さんですね、4メートルの円を展開したまま居合切りの構えをしてねずっと待機できるじゃないですか。あんなイメージで武器を地面に刺したままその状態をずっとキープできる。しかも信長さんと一緒で、その状態がプレイヤーにとってプラスになるんですね。とある効果がつきます。これはその状態をキープすればするほどどんどん恩恵を受けられるといったイメージですね。なので戦闘中にねどんどん隙を見つけて地面と合体していくっていうのが上級者の立ち回りになってくるかなと思います。そしてその3、地面に刺さった剣はそのまま捨てていくことができる。これは先ほどのキープの状態をしている時に、例えば敵が攻撃してきたとか、そういう時に緊急離脱でねバックステップで退避したりとかしたくなると思うんですけど、そういった時にね地面に剣を刺したままそのままストライクねステップに移行できる風にしようと思ってます。そしてその4が刺さった武器は回収できる。先ほどね緊急離脱で捨ててきた武器をもう一度その場に行って引っこ抜くことによって回収することも一応できるっていう風にしたいと思います。百聞は一見にしかずということで、とりあえず見てくれだけ実装したので実際にゲーム画面で見ていきましょう。まずは片手剣を地面に突き刺してそのままキープ。この状態から回避アクションなので緊急離脱をすることができます。その場合は地面に剣を残していきますと、剣に近寄っていき再びキープ状態に遷移、そこから武器を引っこ抜いて手元に戻すということが可能になっております。本当に最低限の実装だけという感じですね。操作方法についてなんですが、現状コントローラーのボタンがねだんだん足りなくなってきてて、とりあえずで十字キーというね押しにくいところに配置してあります。十字キーの下で剣を突き刺す、長押しでそのままキープ。剣を引っこ抜くときは十字キーの上ボタンですね。少し余談なんですが、僕現在このゲームのデバッグを PS5 のコントローラーですね、デュアルセンスを使って行っております。ちなみに PS5 本体は持ってないです。
ですね。残念ながらコントローラーだけ Amazon で買いました。転売ヤーの皆さんはね、エルデンリングの発売日2022年1月21日までに必ず足を洗うようにしてください。さもないと電動車の三つ股槍で RTA を走ってもらいます。これ拒否権ないんで必ず約束は守ってください。冗談はさておき、それぞれ皆さん好きなコントローラーってあると思うんですけど、個人的にこの PS シリーズのコントローラーが至高だと考えてます。なぜかというと、十字キーと左スティックの位置関係ですね。スティックの方が下にあるんですよね、 PS コントローラーは。Xbox のコントローラーとかゲームキューブのコントローラーとかはその位置関係が逆になっているんですけど、基本的に僕スティックっていうのは親指で絶対操作したいなって考えてます。これは個人的な考えなんで、いやいやスティック人差し指で操作したいよっていう人は普通にブラウズバックしてもらって大丈夫です。ではその親指でスティックを操作するとなった時に十字キーをねどうやって押すのかっていう話なんですよ。 PS コントローラーだと人差し指とかをね用いることによって操作することができますよね。その場合は L1、L2 ボタンは中指薬指を使って押すことになります。つまり左手全体をちょっと手前に傾けるような持ち方になるわけですね。デモンズとかダクソでね対人ガチ勢やってた方はこういう持ち方もね慣れてるかなと思います。あとは僕たち世代だとモンスターハンターポータブルセカンド G ね、みんなモンハン持ちってやってましたよね。あんなちっちゃい PSP でもできてたんでね、デュアルセンスだとめちゃくちゃやりやすい部類だと思います。当時ね中学生高校生ぐらいだったんですけど、モンハン持ちのおかげでね左手の人差し指と中指の間がね常に痛かった記憶があります。とコントローラー過激派みたいなね発言をしちゃったんですけど、実際はねもっとゆるく考えてます。現時点ですでに入力がねかなり複雑になってるっていうのはもう自分でも理解してますので、将来的にはね一度大幅な操作方法の見直しっていうものを挟みたいなと思ってます。これねよく言われることなんですけど、このゲームちょっと複雑すぎないかというね指摘がたくさんあるんですけど、僕はねやっぱりどうしてもある程度複雑な操作の先にこそね素晴らしいリンク感が待ち受けてると思ってるので、ミッションの車を運転するみたいな楽しさですよね。オートマがねすごい便利だっていうのはめちゃくちゃよく分かってるんですけど、普段オートマに乗ってる人もちゃんと動線を用意してやればミッション車を操縦する楽しさみたいなのは理解はできると思うんですよね。そこからそれにハマっていくかどうかはまた別の話になるんですけど、ということで操作方法に関しては一度ねかなり大幅な簡略化を図りたいと思ってますので、またその時期が来た時にね動画にしたいと思います。では武器差しの話に戻るんですが、実装してみて分かったこと、モーションについてですね。まず一つ目が剣が深く刺さりすぎてるっていう点ですね。もうこれは見てもらえれば分かると思います。もうちょっとね緩めに刺してほしいというか、マスターソードがこんなに地中深くまでぐっさり刺さってたらね、もしかしたらリンクもハイラルを救えてなかったかもしれないですよね。とそれと伴ってですね、プレイヤーの顔が下を向きすぎてるっていうのもちょっと気になりましたね。やはり戦闘中にどんどん行っていくアクションなので、相手の方をね見つめさせたいっていうことで、この2つの問題は両方ともねもう少し状態を直立に近い形に持っていくことで回避できるかなと思います。あとは順手持ちから逆手持ちに持ち帰る際のモーションですね。これ本来はやり投げの前に使用するモーションなので、もう本当にね陸上選手みたいに上半身直立した状態でね持ち帰っちゃってるのがちょっとダサいかなと思います。ぶっちゃけこのモーションに関しては右腕のみアニメーションさせても成り立ちそうなので、モーションブレンドとかねうまく使って右腕のみアニメーションさせるっていう方法で比較的いい感じにできるんじゃないかなと思ってます。その辺もちょっと次回までにやっときたいですね。さあそしてキープ中にねプレイヤーが得をするっていう、有利な効果がつくっていう説明を前半でねしたと思うんですけど、信長の場合だとね居合の構え中に4メートル以内に入ったものを自動感知して迎撃するかっこ笑いっていうね。いやこれめちゃくちゃ強いですからねマジで。このゲームに信長がいたらおそらくね一強になると思うんで、それくらい素晴らしい能力を信長さんはね付与されてるわけなんですけど、でこのゲームのプレイヤーたちはどうかっていうと、以前の動画でね MP のシステムに関して熱く語ったと思うんですが、そこにこの武器差しっていうアクションが大きく関わってきます。このゲームではいわゆる魔法に当たるアクションを行うためにオーバーヒートゲージというものが溜まっていきます。これはね UI で直接可視化されることはないんですが、地面の状況ですね、エフェクトのバチバチ感を見ることによって大体どれくらい溜まってるかっていうのが把握できるようになってます。ちなみにエフェクトは仮なんでその点はご留意ください。つまり魔法をずっと使いまくってるとペナルティがあるっていうわけですね。しかもこのペナルティがかなり強力なので、なかなか使いどころをね絞っていかないといけないっていう感じになってますと。ただやっぱりその分ね魔法ってめちゃくちゃ強力にしてあるので、使える回数は1回でも増やしたいと。そうなった時にこの武器差しを行います。武器差し状態をキープすることによってオーバーヒートゲージをじわじわと下げていくことができます。もう
これだけでだいぶイメージつきましたよね。そうです。ドラゴンボールとかで気を貯めるみたいなアクションありますけど、もうあれの逆ですね。逆というか一緒と言ってもいいですよね。オーバーヒートを緩和していくことでさらに魔法を使える回数が増えていくと。これで武器差しの重要性に関しては理解してもらえたと思うんですが、前回の長眼とかとも似てますよね。戦闘中にこういう要素もありますよと。ただ攻撃防御するだけじゃなくて、ながらでいろいろやっていくとさらに強くなれるぞって感じですね。しかも今回はそのながらのアクションが地面に剣を刺すっていう、もうめっちゃかっこいいじゃないですか。もう俺めっちゃこのアクション好きだわ。自画自賛だけど。今回は武器差しというアクションを新たに追加しましたと。しかしまだまだね、今回はイントロダクション的な感じなので、武器差しに関していろいろ実装しなければならないことがまだまだ多数ありますね。その中の一つにこのアクションの名前を決めるっていうね、タスクがあるんですけど、実は僕の中でね、一個これだなっていうのがあるんですけど、ちょっとね、あえてそれは言わずに皆さんにね、コメント欄でなんか名前つけてもらおうかなと思います。そっちの方がいいってなったらそっち多分採用すると思うんで、イメージとしては前回の長眼みたいな感じでつけてくれるとありがたいなと思います。では最後にその皆さんへのタスクのヒントとしてね、この武器差しっていうアクションをこの世界のね住人たち、キャラクターたちはどのように捉えているのかっていう話をしようかなと思います。僕はこのゲームの制作者なんで、いわば神様の視点からものを語れちゃうんですよね。ただそれしちゃうと結構あんまり面白くないなと思うんで、今から話すことはこの世界の住人である一人のね人間の言葉だと思って聞いてください。ちなみにそいつは第一信仰に対して肯定派ですね。第一信仰っていう宗教があって、現実世界でいうとこのキリスト教みたいなもんですね。結構大多数の人間が信じてますよと。でその宗教観的には、大地の中に神様がいて、我々人間とか動物とかにエネルギーを送ってくれてるみたいな。でそれがメイと呼ばれる魔法エネルギーで、そのメイを使って、主人公たちは戦ってるっていうような考え方ですね。じゃあちょっとその登場人物 A さんになりきりたいと思います。武器差しっていうのはいわば神様との対話みたいなもんやねんな。俺たちメイナスは大地のエネルギーメイを用いて戦っていくわけやねんけど、通常メイっていうのは地中とか地表を巡ってるわけやんか。それをメイナス自身の体を触媒として、いいように言えば拝借してる、悪いように言えば強奪窃盗して使ってるわけやな。つまり神様にとっては面白くないわけやんか。そしてその俺たちの罪に対する罰っていうのが、この島の住人やったら全員知ってるよな。そう、地罰ってやつやな。だから俺たちは剣を通して神様と対話するわけよ。贖罪と言ってもいいかもしれへんな。この時にやることは一つ。自分の心の中で戦う目的をひたすら念じ続ける。相手がいかに憎いかでもいいし、守るべき大切な人の笑顔でもいい。戦うための理由を強く心に思い浮かべろ。俺たちメイナスにはそれが必ずあるはずやからな。神様ってのはもしかしたら好奇心の塊なのかもしらへんな。続きを見たいって思わせたら勝ちやねん。こいつの戦いを最後まで見届けたいって、そう思わせることこそがこの武器差しっていうアクションの意味なわけよね。というわけで、とある訛の強いメイナスさんからね、ちょっとお話をお伺いしました。なんで関西弁やねんって話なんですけどね。なんかセリフを一人で録音するのがね、ちょっと恥ずかしすぎて照れ隠しですね。はい。ただ武器差しに関するね、必要な情報っていうのは全てさっきのセリフにねぶち込めたかなと思うので、おそらく漢字になるのかな。いやでもひらがなもありか。ひらがな3文字とかもね、もしかしたらありかもしれないですね。光、のぞみ、こだまみたいなね。これは完全に五感だけで出しましたけど、ぜひ皆さんね、12秒全開でどしどし応募いただければなと思います。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。